はいどうも皆さんこんにちは。今回は敬遠時代についてお話ししていきます。敬遠時代というのは桂太郎と西園寺公望が交互に総理大臣に就任していた期間のことです。桂太郎の桂と西園寺公望の縁を取って敬遠時代ということですね。この頃に明治天皇が崩御されるので一つの時代の変わり目でもあります。ということでこの動画で明治時代最後の日本の様子を確認していきましょう。さて、明治時代最後ということで簡単に明治時代の政治情勢を振り返ります。江戸幕府を倒すことで成立した明治政府は薩摩、長州、土佐、肥前の人々が力を持っていました。しかし彼らは政官論で分裂、負けた人々は政府を去り、武力で政府に反発する人々と言論で政府に反発する人々に分かれました。しかし武力での反発は失敗してしまったため、言論での反発が主流となっていきます。これが自由民権運動でした。大久保利通が殺された後、政府に残った伊藤と大隈は対立するようになり、大隈重信が政府から追い出されてしまいます。こうして板垣退助が自由党、大隈重信が立憲改進党を設立し、政党として政府に対抗していくのです。彼らは一度は合体しましたが、結局方向性の違いから分裂。一方政府も政党の力も必要だと考える伊藤派と、政党の力は必要ないと考える山形派の2つに分裂してしまいました。その後、政党寄りの考えを持っていた伊藤は旧自由党勢力とともに政党を組織します。これが立憲政友会です。この状態で世代交代が行われ、桂太郎が山形有朋の後を継ぎ、西園寺公望が伊藤博文の後を継いだのです。つまり敬遠時代というのは反発勢力と政党勢力が交代で政治を行った時代なのです。さて、話が日露戦争まで追いつきました。日露戦争の講和会議はアメリカの仲介によって進められています。ポーツマス条約です。この講和会議の間にも桂太郎は戦争が終わった後の国内政治はどうしようと考えていました。戦争中は挙国一致ということで立憲政友会は桂内閣に協力していましたが、戦争が終わるとなると話は別です。戦争中は協力してやっただろう、次は我々に政権を渡せ、そのように考え始めます。ということで反発の代表である桂太郎と立憲政友会の代表である原敬が会談。戦争が終わったら政友会に政権を譲るという話し合いが行われました。しかし桂太郎もただでは渡しません。政権は譲る。しかし日露講和会議は厳しい状況だ。どんな条件になっても講和に賛成してくれと言ったのです。こうして始まった敬遠時代ですが、桂太郎が反発の代表とはいえ、その背後にいるのは山形有朋です。その山形有朋の政治的影響力はとても強く、陸軍や枢密院、貴族院の中にも大きな勢力を持っていました。一方、立憲政友会は原敬を中心に衆議院の第一党を確保している状況で、少しずつ勢力基盤を拡大しているところです。つまり西園寺が総理大臣の時は山形や桂が軍部や貴族院を率いて外から協力し、反対に桂が総理大臣の時は西園寺や原敬が政友会を率いて協力する、そのようなシナリオがこの後数年間続いていったのです。こうして日露戦争後、桂太郎は退陣し、西園寺公望が総理大臣となります。第一次西園寺内閣です。しかし日露戦争が終わったといってもすぐに安心することはできません。ロシアが復讐として南下してくる可能性がありました。しかも今までの日本は島国を守るという考え方で良かったのですが、大陸に進出したことによりその考え方は通用しなくなります。こうして立てられた計画が帝国国防方針です。この帝国国防方針というのは大規模な軍備拡張を行うという計画でした。陸軍と海軍の間で内容を決めて明治天皇に意見を提出し、明治天皇がこれを西園寺公望に伝えました。その計画では陸軍はロシアに対抗するために17個師団を25個師団に増強、海軍はアメリカに対抗するために戦艦8隻と巡洋戦艦8隻を中心とする大艦隊88艦隊を建設するというものでした。これにはもちろんですが莫大なお金がかかります。しかしこの時の日本にはお金がありません。なぜなら日露戦争でたくさんお金を使ったのに賠償金を得ることができていなかったからです。この財政難が影響して軍備拡張計画は思ったようには進みませんでした。国防方針はもっともだ。しかし今の日本の財力では不可能に近い
そのような状態だったのです。財政難となればやることは一つです。支出を減らして収入を増やす、これしかありません。ということで支出を減らそうとしましたが、当時の日本には減らすことができない事業が多すぎてなかなか進みません。となるとそれをカバーするほどに収入を増やすしかないでしょう。ということで増税が行われます。日本は日露戦争中に非常事態だから戦争中だけ増税すると言っていた税金がありました。それを日露戦争後にも継続し、新しい税金も作っていったのです。そんな状態だったので国民の税負担は日清戦争の頃から増え続けており、国民は限界を迎えつつありました。当然ですが税金を払えない人が増えていき、国民は困窮。一言で言うとこの頃の日本は支出が多いから増税、しかし国民にそこまでの税負担をする力はないというものだったのです。こうなると国民の税負担能力を上げて収入を増やすか、政府の事業を減らして支出を減らすしかないでしょう。ということで原敬が動きます。収入を増やすために地方改良運動を、支出を減らすために軍政廃止運動を行っていきます。地方改良運動が動き始めるのはもう少し後のことなので、ここでは軍政廃止運動について見ていきましょう。当時日本の地方自治体は府県の下に郡があり、郡の下に町村があるという制度でした。原敬はこの中間にある郡に注目し、郡の仕事は少ない、郡をなくしたら500万円くらい節約できると考えたのです。しかし問題はこの郡が藩閥の根拠地だったことです。藩閥勢力は郡を通して町村を統制していたので、この原敬の提案に反対します。原敬の軍政廃止法律案は衆議院では可決されたものの、藩閥の影響力が強い貴族院で止められてしまいました。しかし原敬は諦めません。なんと地方長官を集めて会議を開き、府県知事に政治に関する意見書を出させ、原敬自ら知事に質問を重ね、回答できない人物をあぶり出し始めました。こうして能力がない者についてはクビにして、知事の大幅な入れ替えを行ったのです。このように原敬率いる立憲政友会は藩閥勢力の切り崩しに尽力していきました。さて先ほどから言っている通り、この頃の国民たちは負担を強いられている状況だったので、労働運動が激しくなっていきます。そんな中で労働運動家たちが日本社会党の決闘届を出すのです。西園寺内閣は弾圧一辺倒で社会主義を抑えるのは良くないと考えていたため、これを承認しました。こうして日本で初めて合法の社会主義政党が組織され、労働者たちは選挙権獲得のために動き始めたのです。ちょうどこの頃東京では市電の電車賃が3銭から5銭に値上げされることが話題になっており、日本社会党はこの反対運動に取り組んでいきます。しかしその運動の中で民衆を扇動してデモを開始。この民衆の行動が予想以上にエスカレートし、日比谷公園で電車を止め、石を投げ込んだ後、市電の本社と市役所を破壊するという事態になりました。日比谷焼き討ち事件の再現となったわけです。この運動の結果、社会主義の弾圧を招き、社会党幹部の大半はごっそり検挙されてしまいました。そんな中、光徳秋水がアメリカから帰ってきて、選挙なんて言っている場合じゃない、直接行動に出よう、全国レベルで労働者を団結させストライキを行おうと主張しました。こうして日本社会党は直接行動を主張する急進派と普通選挙を主張する穏健派の2つに分裂しました。その後急進派が優勢になり、社会運動はどんどん過激化していきます。こうなると様子を見ていた西園寺内閣も、さすがにこれはまずいと考えるようになりました。ということで日本社会党に解散を命じ、これ以降社会主義者に対する弾圧を強めていきます。そのような弾圧に対する反発もあって、社会主義はさらに過激化。ある時捕まっていた仲間の出国を歓迎した社会主義者たちが出国歓迎会で革命歌を歌い、赤旗を掲げて無政府主義万歳を絶叫しながら行進するという事件が起きました。石器事件です。結局警察官と衝突して殴る蹴るの取っ組み合いになり、多数の検挙者を出しています。この石器事件を受けて山縣有朋が動きます。西園寺金持が社会主義に緩すぎるからこうなった、即刻やめさせるべきだ、そう主張したのです。つまり反発勢力が政党勢力を潰しにかかったのでした。こうなると西園寺金持もやってられません。もともと西園寺金持は政権維持に執着していなかったため、辞任圧力に嫌気がさしていました。原敬はせっかく直前の選挙で政友会が圧勝したのだからと引き止めましたが、西園寺金持は総辞職を断行。こうして第一次西園寺内閣が倒れ、
第2次桂内閣が成立します。この桂内閣で出されたのが戊辰証書です。この頃の日本では日露戦争の勝利によって日本は欧米列強と並ぶ一等国になったと盛んに喧伝されていました。今まで国家目標としてきた富国強兵がついに達成されたのです。しかし目標が達成されたにもかかわらず国民の生活は苦しいままです。今までやってきたことは正しかったのだろうか。そのような疑問が国民の中に浮かび、目標を見失い始めてしまいます。こうして社会が混乱していきました。そのような状況を見た第2次桂内閣は、これはまずい、日本が進むべき方向性を示さなければ、そう考えて戊辰証書を出したのです。そこでは節約と勤勉による国力の増強を強調し、国民に進むべき方向を示したのでした。戊辰証書によって進むべき方向が決まったとなると、本格的に地方改良運動が始まっていきます。やったことは多すぎるのでここでは紹介しませんが、一言で表すと戊辰証書の節約と勤勉による国力の増強、これを地方に徹底させたということになるでしょう。つまり結局のところは支出を減らして収入を増やすということです。さて、社会主義の話に戻ります。反発の影響が強い桂内閣です。取り締まりは一段と厳しくなります。この頃に長野県の製材所の宮下太吉ら数人の急進的な無政府主義者が、天皇が全ての社会悪の根源だと考えて暗殺を計画し、爆弾を製造していました。そのことが発覚すると多くの社会主義者が捕まっていきます。大逆事件です。中には計画には直接関係しない幸徳秋水のようなおそらく無実と考えられる人物も逮捕され、12名が死刑になっています。その後政府は社会主義者無政府主義者を厳しく取り締まるため、警視庁内に特別高等課、いわゆる特高と呼ばれる思想警察を設置。国民の大多数は社会主義を危険視するようになり、社会主義の活動は衰えていきました。こうして社会主義者たちにとっての冬の時代が訪れたのです。この後桂太郎は総理を引退しますが、その際に元老会議を開きませんでした。元老たちは皆老い衰えた。この後は次の世代が育っていく時代だ、そう考えたのです。こうして桂太郎は山県有朋にすら意向を聞かず、西園寺公持を次の総理大臣に推薦。こうして桂太郎は新しい世代の元老となり、第二次西園寺内閣が成立したのです。さて、いかがだったでしょうか。この第二次西園寺内閣の頃に明治天皇が崩御され、大正に改元されます。明治天皇の死が国民に与えた衝撃はとても大きく、皇居前の広場は明治天皇の病気が治るのを祈る国民で溢れ返り、崩御の知らせが伝わると大きな絶望が広がりました。しかし日本国民は前を向きます。世界に目を向けると中国では革命が起きており、日本もその影響を大きく受けていました。時代が変わる、そう感じていた日本人も多かったでしょう。こうして新しい時代に期待する中、大正時代が始まっていきます。ということで次の動画では大正時代についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。